皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今回から iPad で風景背景を楽しんで簡単に描く方法を動画としてやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。使用するアプリは iPad の Procreate になります。前回というか何年か前になるんですが、まずですね、背景、Photoshop で描く背景のイラストの描き方の動画を過去上げていたんですが、今回からですね、ちょっと時間も空いて、また新しく iPad で最近描き始めたので、iPad で簡単に楽しく絵が描けるよっていうのを伝えていこうかなといければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、今回使うソフトなんですが、今回使用するアプリの Procreate ですが、かなりシンプルな内容となっております。ブラシがあって、ぼかしをかける指先ツールというのがあって、消しゴムがあって、レイヤーが分かれているというような感じで、かなりね、シンプルな感じでできているので、最初の、取り掛かりとしても、かなりやりやすいアプリになっているのかなと思いますので、ぜひぜひですね、iPad 等をお持ちの方はお試しください。さあ、今回ですね、一番最初にどういうのを書いていくかというとですね、まずは書くのではなく、この風景画、背景画をやっていく上で、知っておいた方がいいものについてちょっとお話ししようかなと思います。で、その中で今回は遠近法というものをちょっとご紹介させていただきます。聞いたことある方がほとんどかと思いますが、遠近法、遠くのものを遠くに、近くのものを近くに見せるっていう、読んで字のごとくの方法なんですが、この中にもいろんな方法があってですね、で、中には重ね合わせと言われるやつだったり、空気遠近法と言われるやつだったり、線遠近法と言われるものだったりとか、いろいろ理論的なところがあるんですが、今回は何個かだけ紹介しようかなと思います。まずはですね、この重ね合わせというものになりますが、重ね合わせですね。で、重ね合わせはどんなのかというと、例えば、四角い物体が2個あったとして、四角い物体が2個ですね。アシスタントのサイコロをちょっと用意しましたが、この2つの四角、どっちが手前にあるでしょうと言われてもちょっとわかんないですね。この場合は平面に置いてあるのでどっちも前なんですが、で、これを重ね合わせることによって、例えばこういう風に重ねると、このピンク色の方のサイコロが上、手前にあって、で、黒い方が下にあるのが表現されるかと思います。こんな感じでですね、サイコロを重ねてあげることによって、前後の属性というものができるんですね。これが前で、これが後ろですね。こんな感じで前後ろを決めることによって奥行きを感じる、遠近法というものが成り立ちます。これいろんなものにも使えまして、普段絵を描いているときにですね、無意識に描いているとは思うんですが、改めてですね、知っておいてください。例えばこういう鉢植えとかも、前後並べることによって、こっちが手前、こっちが奥、みたいな感じで属性が生まれます。これを重ね合わせと言いますので、かなり使うんで、多分もうみんな絵を描いてる人は、気にせず使ってると思うんですが、こういう名前があるんだよってのは覚えておいてください。普通の人物描くときとかもね、この首の襟の部分とか、この辺は重ね合わせですからね。この辺ですね。この辺。さあ、それで次は空気遠近法。これも代表的な遠近法の一つで、空気遠近法は何かというと、空気の色がですね、色を塗るときの話になるんですが、色を塗るときに空気の色を乗せてあげることによって、遠くに行っているように見せることができる方法になります。本当はこれに遠くに行くと小さくなっていったりとか、そういう技法を合わせることで、なお、そう見えるんですが、今回はちょっと色だけで。で、色もですね、奥に行くに従って空気の色、ちょっと薄、ぼんやりした色、白に近い色ですね。大気の色をこうやってのせていってあげることで、
これはもう国とか湿気の度合いとかによって全然変わるんですが、こんな感じで、こう、大気の色を乗せてあげることによって、遠くにあるように見せることができます。これが空気遠近法ですね。こっちは色を塗るときにかなり使う重要なものになります。こっちは最初の構造だったりパースにもかかってくる、パースと、後で説明するパースとかにもかかってくる方法になります。で、他にもですね、なんかこう、上の方に、同じ形でも上の方にあると遠くに見えるとか、色の組み合わせで遠くに見えたりとか、いろんな遠近法が、などなどあるんですが、今回ですね、簡単に書く方法ということで、こういう重ね合わせや空気遠近法っていうのがあるんだよっていうのだけ覚えて、あと他にもいろんなのがあるんだっていうのを覚えておくと、今後何かの役に立つかもしれません。絵を描く上でですね。ぜひ役に立たせてほしいんですが、そんな中、この線遠近法というものだけもうちょっと、深掘りして説明しようかなと思います。さあ、この線遠近法、これはどんなのかというと、パースペクティブって言ってですね、パースって、聞いたことある方もいるかもしれませんが、パースとよく言われるものになります。でその中でも1点通し、2点通し、3点通しというような感じで3つ基本的には分かれております。で、どういうのかというと、例えばこういう四角いものを見た場合、真正面から見たものは1点通し。で、斜めから見たものをですね、斜めから見たのは2点通し。で、さらに、斜めの上とか下とかからですね、見たものを3点通しと呼んでおります。こんな感じで3つ、基本的に押さえておいた方がいいなってものはこの3つですね。3つの透視図法、パースと言われるものを押さえておくと、かなり絵の説得力が変わってくるかなと思いますので、そこをですね、ちょっと説明していきたいと思います。もともとこのパースというのは、物体を画面に映すために、こう、綺麗にこうやって、こう映すために必要になってくる技法になりますので、紙の上にちょうどこの奥にある、写真の奥にあるですね、この画面の奥ですね、各画面の奥にあると思われるものをなぞって描くような感じになります。それがどういうものになるかというと、今回ですね、1点通しまでの説明になりますが、1点通し、どういうものかという説明をちょっと簡単にしていきたいと思います。透視図法もめちゃくちゃ数学的な話になってくるんですが、簡単なところだけ押さえておくだけでもかなり説得力が変わってくるので、今回はそのやり方だけですね、やっていきたいと思います。さあ、1点通し。まず、こういう透視図法、線遠近法って言われるだけあってですね、まず線を引いてあげます。さあ、この線は何に使うかというと、アイレベルというものになりまして、アイレベルですね。アイっていうのは目のアイですね。目の高さになります。なので、ここが目の高さだよっていうものを設定してあげます。例えば、160センチぐらいの人だと、それよりちょっと頭のてっぺんより15センチぐらい低いところに目があるので、145センチぐらいの高さにこのラインが来ますよ。これは人によって様々です。座っている場合は1メートルぐらいとか、そういう感じで、もうちょっと高いかな。そういう感じでいろいろと分かれていくんですが、このアイレベル、地平線に近いですかね。厳格には完全に一緒ではないんですが、地平線だと思ってください。水平線とかですね。海の奥を見たらこういうね、まっすぐの線があると思いますが、それだと思ってください。で、その I レベルというものを設定したら、次はですね、VP と呼ばれるものを設定してあげます。これは消失点ですね。この I レベル消失点は、自分の好きなところに作って構いません。で、この消失点、これも字のごとくですね、消えていく線になります。で、何が消えていくのかというと、例えば四角を書いたとして、これですね、このサイコロ組を書いたときにですね、このサイコロのラインっていうのは、この、
辺ですね。ここら辺のこう奥に行っている辺が、こうずーっとですね、ずーっと先まで行くと、一つの線に収束していきます。収束していって、で、一つの点になるんですね。ここの消える点のことを VP 消失点と言います。こう北海道とかすごい、長い道路とかですね、そういうところを意識してもらえればいいかと思います。で、そこをこうやって繋いであげて、こう消失点に行く、ちょっとずれてますね。ここの消失点に行く線をこうやって繋げてあげると、綺麗な四角形のサイコロを書くことができますよ。なので、こういう図形を書くときのガイドラインとして必要になってくるのがこの消失点になります。で、あとは、いらなかった線とかですね、こうやって消してあげると、かなりそれっぽい感じに仕上がるかと思います。これね、あとはこの目のラインなんで、これが目のラインなんで、目より下の方にある場合は、自分の目より下にあるんで、この図形の箱の頭の部分が見えるっていうところだけは注意してあげてください。逆に、目より上の方にあると、箱の、この下のラインがですね、見えますね。ここ。下ですね。そこの部分が見えるよっていうのは、覚えておいてください。こんな感じで四角を書いて、この VP に沿って書いていってあげると、いろんな形の四角を書くことが、綺麗にですね、書くことができます。こんな感じで全部一緒ですね。こんな感じで、こういう L 型とかですね、複雑な形、多少こう、真四角じゃなくても書くことができるので、これを押さえることで、いろんな物体を書くことができます。で、一点通しの得意なものというと、箱の中にあるイラスト、この内部ですね。こういう感じで、これが内部だと思ってくださいね。箱の内部のイラスト。部屋の中とか、通路とか、トンネルとか、だったり、あとは電車とかですね。そういう長いものだったり、そういうもの。あとは、静かな感じの街とか。動きが結構少ないので、綺麗な感じとか静かな感じにはかなり合ってる表現方法かなと思います。なのでこれを使って一つ今からこういう感じで一点投資を使うというものを作画していきたいと思いますので、そちらもご覧ください。作画に入る前にですね、もう一個、プロクリエイト、この今使っているアプリで便利な機能がありますので、それの説明を先にしようかなと思います。このギャラリーの上の方にあるところからですね、描画ガイドというものがありまして、さあこれが何かというと、わかりますかね？今線がこうぐりぐり動かしてるんですが、線とその上に点がありますね。で、これが先ほど説明したアイレベルと消失点になります。覚えてるでしょうか？ここにすべての、この点にすべての線が収束していく点。で、この横のラインが目の高さですね。で、これで簡単にこういうものを書くことができるよ。この一点通しての書くことができるよっていうガイドになります。で、これを実際に使ってみるとどうなるかというと、例えば線を引いてあげると、今何も押していないんですが、こうやって線を引くと、このさっき決めた点に収束していきます。こんな感じで。すごい便利ですよね、こうやって。なのでこれを使って、作画をちょっとね、今からしていきたいと思います。さあ今回書くのは、机を書いてみようかなと思います。家具を書くというのはかなり一点通し得意なので、ちょっと机をね、書いてみようかなと思います。最初のガイドの設定を、このガイドっていうのはもうぐっと上に上げても全然いいので、例えばこう上の方に上げてしまって、で、これに対して机が入るように書いてあげる。とすると、こんな感じで、いい感じの角度を書くことができます。なので、
一番自分の書きやすいというか、書きたいぐらいの、この角度ですね。ここの横の角度がなるように、消失点の位置を調整してあげながら書いていくのをお勧めします。これでまず天板を書いてあげます。で、天板ができたら、その後は、この下に足を書いていくんですが、今回ちょっと細めの足でやっていこうかなと思います。作画をね、していこうかと思います。これで、サイズ感なんですが、サイズ感も本当は、だいたい机は何センチとか、人が座ると何センチとか、そういうのもあるんですが、今回はなんとなくの目分量でやっていこうかなと思います。もうちょっとでも長い方ですね。もうちょっと長くして。よいしょ。そのサイズ感の作り方もまた別の動画にしたいと思いますので、なんかサイズ感がよくわからんなっていう人は、またその動画をお待ちください。さあ、じゃあちょっと作画を進めていきたいと思います。この作画ですが、こんな感じで見えないところも作画していってあげると、作画ですね、していってあげることで、この足の部分とかですね、が、この辺に生えてるんだ、とかいうのを自分なりにしっかりした場所で見ることができますので、そうですね、こんな感じでですね。なので、見えない部分まで描くのっていうのは非常に最初は大事になってきます。後々はですね、見えないところは省略したりとか、かなり、ね、書き慣れてくれば、スピードを意識する場合は書かなかったりするんですが、最初のうちは、この物体の後ろ側っていうのを書くことは結構勉強になるかなと思いますので、ぜひ書いてみてください。さあ、あとはどういう形、デザインにしていくかですが、僕は鉄骨をちょっと入れようかなと。こんな感じで。さあ、こういう至ってノーマルな机を今回は作画しました。机の作画自体はこれで終わりなんですが、綺麗にこう一点通しになったかなと思います。この後はですね、これだけだとちょっと寂しいので、この机の上に例えば本を置いてみたりとか、本もですね、透視図法にのっとって書くことができますので、こういう感じで厚みを作って、ちょっとここを曲げてあげてとかすればですね、こういう感じで本ができる。で、一点通しの応用でですね、この消失点が1個なんですが、これを増やすことも可能になります。そこはまた応用のところでお話ししますので、今回は1つを使っていろいろと書いていただければと思います。そこに本があるということは、どこかに本棚もあれば面白いなということで、自分の理想の机というものを作っていって、書いていくのも面白いですね。ここに本を置いて、これも斜めの、本が全部きれいにまっすぐなっているようには斜めになった方がいいんですが、その生活感があってですね、面白くなるんですが、そこの斜めの方の応用はまた次回ということで、こんな感じで本を入れたりして、いろんなものを書き込んでいくことができます。こんな感じで、何か違う形のものとかを入れても面白いかもしれないですね。さあ、今ですね、かなり面白い書き方をしたのがお分かりでしょうか？これもプロクリエイトの一つの機能で、ちょっと一個だけ追加で説明しようかなと思いますが、
プロクリエイトはこう、円を描くときに、丸をこう描いて、半円を描くって長押しすると、なんと、綺麗な円を描くことができます。それと同時に線もずっと長押しすることで、こう、綺麗に引くことができるんですね。これを使うとかなり作画が楽になります。で、丸もこうやって描くと、なんとこう、綺麗になります。で、指を一本置いてあげると、線になるんですね。すごい便利。というわけで、こんな感じの使い方もできるよ。ということで、結構プロクリエイトはおすすめになりますので、はい、宣伝になりましたが、こんな感じで、丸とか線を合わせることによって、綺麗な、この机のですね、一点通しの机を描くことができました。で、あとは、例えばこれに何かを追加した場合とかは、追加したいときは、例えばこう、この辺に、線を引くことによって、部屋を作り出すこともできますね。これで部屋ができます。こんな感じで。自分の部屋を作ったりすることもできるし、あとは、机だけだと寂しいので、棚だったり、三段ボックスですね。そういうのをつけてあげたりとか、するのも面白いかもしれないですね。まあちょっと、今はただの四角を描いてるだけになりますが、こんな感じですね。こんな感じで一点通しを使っていろいろ線を引いて家具だったり部屋を作ることができますので、物体とかですね、オブジェクトを描いてみてください。さあ、というわけで今回は以上になりますが、最後に今回やったまとめとして、さあ、遠近法とはの重ね合わせ空気遠近法、線遠近法の説明をちょっとだけしました。重ね合わせは前後にこう重ねてあげることによって、前後のね、属性ができますよというものでした。あとは空気遠近法は色を塗るときに必要な遠近法。で、線遠近法は最後の方でやったこういった一点通し図法とですね、二点通しとか、そういった点を取ってそこに収束していくものになりました。で、それを使うことによって、こういった部屋だとか、家具だとかを簡単に描くことができます。ということで、ぜひですね、皆さんも一点通しやってみてください。次回は2点通し、3点通しを簡単に、本当に簡単に触りだけ説明して、で、1点通しの応用だったり、あとは、iPad で風景画を描くときに必要な色塗りだったりですね。まあそういったところもいろいろやっていきたいと思いますので、今後いろいろですね、iPad を使っていろんな風景、背景、小物、いろいろ描いていきたいと思いますので、ぜひ興味ある方は次回もご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございます。お相手は背景イラストレーターのアリでした。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。